アンモサ製作所です。今回はバンダイから発売されているマスターグレードのバンシーバージョン KA をピカピカに全塗装していきます。いつも以上にピカピカにしてみましたので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ユニコーンガンダムのバンシーです。これは MG なので結構大きい箱ですね。箱の横にはバンシーの完成写真が載ってます。武器やギミック関係も載ってますね。反対側はユニコーンガンダムの説明が記載されてます。それでは早速中身の確認をしていきましょう。メッキパーツも入っているんですね。いい色です。ゲート処理が必要なければこのまま使いたいぐらいです。次にサイコフレームのパーツとデカールが入ったパッケージ。ちょっとこの細かいデカールと量にゾッとしますね。あとはどんどん出していきます。なぜかこの先の動画が撮れていなかったようです。なので割愛。はい、すべてのランナーを取り出しました。パッケージは多かったですが、ランナーはこれくらいな感じです。今回は最初にすべてのパーツを切り出さずに、組み立て解説書に沿って切り出して組み立てていきます。このバンシーですが MG なんだけど各パーツが小さくて多いので、都度切り出した方が良いかなって思いました。実際似たパーツもちょっとあったので、この方法で良かったと思ってます。仮組み中。はい、仮組みが終わりました。このバンシーですがデストロイモードへの変形もあるので、仮組みでも結構大変でした。パーツを付け替えないでもデストロイモードに変形できそうですが、アンテナがきれいに重ならないので固定式に付け替えて飾ろうと思います。稼働に関しては結構稼働するのでポージングには困らないかと思います。仮組み中も思ってたんですが、こうやって組み立てても引けがすごいですね。あと仮組みのせいかちょっとスカートの保持が弱いかも。この辺は塗装後組み立てて必要に応じて修正したいと思います。レビューはこれくらいにして次の工程に移ります。アンモサ製作所。次に合わせ目の確認をしたんですが、本体に目立つような合わせ目はありませんでした。合わせ目消しが少ないとちょっとほっとしますね。撮影できていないんですが、武器に関しては合わせ目があるので目立つところは消していきます。原因不明なんですが、今回は撮れていないところが多いんです。いろいろ環境変えてて慣れていない感じはあるんですが、次回はちゃんと撮影したいと思います。分解中。分解が終わったので、まずはクリアパーツのゲート処理をしていきます。今回バンシーのクリアパーツ用にガラスヤスリを買ってみました。ネットで楽にきれいに削れるという話を見かけたので、お試しで購入したんですが、結構使い方難しいですね。なんか水平に削るのが難しいというか、削るたびに小さな面ができていく感じですかね。
なので8000や1万番のヤスリでちょっと滑らかにして使ってみました。ちょっと癖ありますが、クリアパーツの処理では楽に処理できるかなって感じですね。左が処理したものですが、こんな感じです。クリアパーツのゲート処理中。このバンシーのクリアパーツですが、材質が ABS なんです。ハイゴックの製作の時に結構割れたので、プライマーを塗装するかランナーで試しました。良い感じのランナーにクリアをプライマーありなしで塗装してみたらこんな感じ。右がプライマーありなんですが、ちょっと曇った感じになりました。塗装の仕方が悪くて曇った可能性はありますが、プライマーなくてもちゃんと乾けば割れるようなことはなさそうです。ということで、クリアパーツはプライマーなしで塗装します。次に外装パーツの処理をしていきます。バンシーのパーツ全般なんですけど、面が多いです。パーツの表面処理は曲面より平面の方が手間がかかるんですよね。光の反射で粗が出やすいというか、目立つので気を使います。せっかく購入したガラスヤスリなので、慣れるように外装処理でも多用してみました。鉄ヤスリよりもバリは取りやすい気がしますね。でも大きな面には向いていないようなので、ゲート処理だけで使いました。大きな面はやっぱり鉄ヤスリの方が慣れているせいか使いやすいです。特に凹凸がない面だと筋彫り刀の鬼山を好んで使ってます。ヤスリの幅が結構あるので、こういう面では引けを取りやすいです。ちょっとの曲面でもこれで処理しちゃってます。なんとなく面をなぞってって感じです。よく削れるので、使えそうならできるだけこれを使うようにしてます。鬼山が使いにくそうなところは、普通にアクリル板に紙ヤスリを貼ったものを使ってます。もそう無意識に力を入れすぎるので、スポンジヤスリだと角とかが丸くなってしまうので、これを使ってます。なので優しく使える人はきっとスポンジヤスリでも綺麗に面を作れると思います。結構アクリル板の紙ヤスリの貼り替えは面倒なんですよね。最後に C 面ですが、ここはマジスクやスクレーバーで整えてます。こういう細い C 面をヤスリで面出しはできる気がしないです。400番ぐらいからヤスって800番ぐらいになる頃には角が丸くなるんですよね。3年作っていても表面処理は未だに試行錯誤です。はい、こんな感じに仕上がりました。まあまあ綺麗にできたんではないでしょうか。アンモサ製作所。はい、表面処理などが終わり、楽しい塗装の時間です。まずはフレームから塗装するんですが、可動部にはあらかじめマスキングをしておきます。こうしないとスムーズにはめ込めなかったりするので、念のためです。まずはプライマーを塗装します。こんな感じ。プライマーが乾いたら黒サフを塗装。使用しているサフはクレオスの1500番の黒です。これくらいの濡れ感で塗ってます。それではフレームの塗装色を塗っていきます。
使用するのはタミヤのメタリックグレーです。ホワイトグリントで使用してからなんかこの色が好きなんですよね。この塗料は艶消しなのでこんな感じです。内部フレームの塗装が終わったので、次は外装を塗装していきます。外装はピカエースのベロアブラックにしました。こんな感じでクリアに少量のピカエースを混ぜたものを使用します。これは以前使った残りですが、これでは足りないので追加して作っていきます。いつも目分量ですが、だいたいこれくらいで作っています。あとはクリアをいっぱいにして混ぜて完成です。ただ、分量に関しては用途によっても違うと思いますので、発色が悪いなどあれば調整してみてください。では、早速外装パーツに塗装していきます。外装の塗装は、この外装色を1回塗ってあとはクリアで仕上げています。部分的に足りないと感じたところは、2度塗ったところもありますが、基本は1回で大丈夫でした。といっても1回で数回塗り重ねているので、2度塗りくらいになってるかもしれません。こんな感じになったら OK ってしてます。外装の次はバックパックの塗装をします。ここではガイアノーツのガンメタルを使用しました。若干ブロンズ色が含まれていて合うかなって思って選びました。こんな感じです。バックパック塗装後、少し色合いが明るいと感じたのでクリアブラックを上から塗って落ち着かせました。だいたいベースの色からちょっと暗くしたいときはこんな感じでクリアブラックを上から塗ってます。朝食して作っても他で使えるかわからないので節約も兼ねてこんな風に塗ってます。こんな感じ。はい、次はデカール張りです。たくさんありますが頑張りました。デカール張りが終わってトップコートをしていきます。今回は中研ぎするので、まずは濃いめのクリアで塗装します。最初は全体的に軽く砂吹きしてデカールの保護をしていきます。保護以外にも厚塗りの誰防止にもなるかもと思ってます。一旦こんな感じにしてからあとは一気にクリアを塗っています。全体が濡れ感が出るくらいまで塗っていきます。かといって塗料だまりができるのは嬉しくないのでエアブラシの動きは止めずに全体を塗っています。若干塗料が溜まってますが、中研ぎのため厚さを優先してるので良しとしてます。クリアが乾いたので中研ぎをしていきます。クリアが乾いた状態はこんな感じです。中研ぎには4000番のスポンジヤスリを使用しました。水をつけて優しく撫でて段差を少なくしていきます。今回はデカールの段差をすべてなくすまでやってないです。やってないというかこんなにデカールが多いと思ってなかったので挫折したって感じですね。もっと少なければチャレンジしたかったんですが、今回は完成優先で1回の中研ぎで終わらせました。
そんなわけで今回はこれくらいにしました。これ以上はデカールが剥がれそうで怖いですから。中研ぎ後、トップコートを塗装中。はい、すべての塗装が終わりました。一つのトレーでは収まらなかったので、フレームは別のトレーにしました。こんなにパーツが多いと思っていなかったですが、なんとかやりきりました。ピカピカ。大まかに組み立て中。それでは最後の組み立てをしていきます。やっと最後の組み立てです。今回はどれだけピカピカにできるかチャレンジしていたんですが、途中からほどほど路線に変えました。ピカピカにするには下地が大事なんですが、途中で表面処理が不十分の部分が多々あったんです。塗装の段階で分かったんですが、その時点で戻る気にはなれず目標を下げた形です。それに肩のデカール貼りもうまくできなかったんですよね。でもいろいろ経験できたので次の制作に活かせると思っています。やっぱりプラモデルって奥深いですね。はい、完成。ほどほどにしたとはいえ、自分的には結構満足してたりします。最終的にはコンパウンドの磨きでごまかしたんですが、これくらいの状態にできてよかったです。次はもうちょっと楽にできればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろ制作していくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。